インクルードシリーズの、エギングタイプの竿ですね。これパラボリックアクションそのままを引き継いでリニューアルされて改良を進んで、今までの従来の象徴であるパラボリックっていう竿の最新機種になりますね。この83っていうこの基本的な1本パラボリックの基準っていう感じがするので、今までのパラボリックシリーズの完成形みたいな一番変わったところっていうのはこうパラボリックアクションの中でも張りを感じましたね。こういう新しいグリップでのバランスの取り方と独特な竿やのに使いやすいっていうイメージを持ちました。今回パラボリックシリーズ83、これ今使わせてもらってるやつで M クラスの竿とかよりももう秘めてるパワーはすごいです。繊細に扱えるし、さらに強いアクションを生もうっていうこともできます。でさらにその上を求める人、もう一発パワーの上げた82っていうタイプがあって、それは4寸メインとか、もっとさらにしゃくりたいとか、もっと飛ばしたいとか、もちろんもう遠征行っても5寸使うわっていうぐらいの人でも対応できるパワーを秘めてるっていうロットになってますね。はい。でやっぱパラボリックアクションっていうのはティップが高弾性、バットが中弾性っていうこう唯一無二って言ってもいいぐらいと独特なアクションなんですよね。もちろんレギュラーテーパーとかファーストテーパーのシャキッとした今の主流の竿なんですけど、そういったのに比べるとなんかこれ面白いってまず第一印象くると思うんですよ。この独特なアクションが生み出すのはまず第一に飛距離っていうのはエギングにおいて大きなアドバンテージになるんで、こういう 20g 前後のウエイトの前方重心、もちろん飛びにくいルアーをテイクバックで粘ってグーッとバットに乗ってきて、最後に高弾性のティップで振り抜いてバビューンと飛ばせるっていうね、エギの自重をフルに生かしてこう投げ抜くっていうことができる竿なんですね。で僕も昔からエギの飛距離にこだわって、他社のエギのメーカーの開発とかも携わってきたんですけど、こういう後方重心に変えて投げれるようなエギ、そういうのを使ってた時にこのパラボリックもずっと使ってたんですけど、もう圧倒的な爆発的な飛距離が埋めたんで、これはすごいなっていう印象があって、それをうまくずっと引き継いでまた進化されてますね。今この新しいモデルで、次エギング単の釣りとはちょっと違うところでシャクルっていう動作が生まれてきます。これも最大限に活かせるようなアクションを生むことができるんです。やはりこっち側のバット部分、この中弾性がぐーっと曲げてしゃくった時にガッと力入れた時により倍増したパワーでしゃくり上げる。それはもうラインのスラッグから跳ね上げで初速がポンっていう、レギュラーなりファーストテーパーの竿では埋めないようなティップの返りがこっち側の中弾性のバットで引き出すことができる。これが大きな利点。フルキャストして遠投して沖合のボトムの水深が深いとここでエギをどうやって動かせますかって言った時に、やっぱり人間がこうやって思いっきり大きくしゃくるぞって言った時にバーンって言って跳ね返るっていう、すると一番遠い重い状態のところのエギがグンって持ち上がって初速でアクションをつけれるっていう、それを実現してくれるロッドの仕上がりになってますね。でもちろんイカがかかったら、もちろんこのバットのこの復元力で、手首も腕もしんどくなく竿を立ててるだけでグーってイカは浮いてきますけど、ここでグングンって言って吸収してくれてウィーンウィーンっていう感じが、聴取イカ独特の楽しい聴取がさらに倍増されてますね。はい。で次はこの RG ガイドですね。これが今回改良されたのは高足になってちょっと口径が上がりました。ラインの抜けがさらにスムーズになってシャープになりました。これでやっぱり遠投性の高いエギとかをフルにバットに乗せて振り抜いた時とかはもうびっくりするぐらいこの放出の
音とかするんですね。ブーンとか言ってめっちゃ抜けてるって感じがするんですけど、でそれがずっと収束されていってスーって飛んでいくんで、この快感っていうのはやっぱりちょっと体験してほしいですね。このさらにですけど、エギングっていうのはやっぱエギをしゃくった時に出るラインスラック等ですね。でもうそこはもうこれだけガイドがついてるんで、すごいこう糸が遊ばなく、要するにライントラブルは起こりにくいという、もちろんそれはキャストの時にも言えます。やっぱそれはすごいこのガイドシステムのおかげだと思います。エギングってしゃくった後にどうしても一瞬のスラックが出るんですね。しゃくって戻すスラックを作りたいから、その時にティップにチュンって糸が巻く現象は皆さん多々起こる経験あると思います。ですがこのトップガイドからの下のちょっとだけ詰まったこのアシストガイドですね、これが仕事してます。これさっきも言ったように、しゃくった後に糸絡みするんだっていう感覚をこう長いこと忘れてましたね。だからやっぱこれができてから、そういうより快適にスムーズにエギングが行えてるんで、やっぱこのガイドシステムはいいですね。でやっぱりキャストっていうのに特化してるというか、その最大限に引き出せるアクションを持ってるんで、今回の改良された RG ガイドシステム、これとの組み合わせがもうこれはまたすごいことになってます。この相乗効果が快適ですごいロングキャストを埋める秘訣になっているとは思います。はい、次グリップなんですけど、質感がめっちゃいいんですよ。これが薄いラバーを上にこう落として持ち感、これがいいんですね。ほんで変則の六角形のデザイン、非常にこう持ち感がいい。やっぱここずっと持つんで、やっぱ持ち感がいい、グリップ感がいい、ギュッと握れるっていうのはエギングにおいてずっとこういう作業してるんで、でグリップ、こちらの投げる時もグッと引いて押して引くっていうために溜めて、最後に返す時のグリップの持ちやすさ、長さ、バッチリですね。こういう扱いやすい、そしてこのかっこいいグリップの仕様になってます。今はもうずっとエギングブーム続いてきて、10年20年やってきて来られた方いてはると思うんですけど、刺激、新しい刺激ですね。この新しい刺激、このなんやこの変わった竿みたいな、またエギング楽しなったみたいな、ちょっとこう情熱が再燃するみたいな、そういう魅力も詰まってるんで、またちょっとエギングの新たな楽しみを探したい方にもおすすめの一本ですね。